んにちは。みるです。今日は会話用の文法トレーニング方法というタイトルでお話をしたいと思います。知ってる文法はね、たくさんあるんだけど、実際になかなか使えないとかね。単語とかね、言葉の表現とかたくさん知っているんだけれども、なかなか出てこない。そんな人は多いと思うんですが、今日は会話の瞬発力を高める練習方法を紹介したいと思います。まず、教材があればそこから一つ型を選びます。例えば、何々ようにしている。これのね、意味を確認します。習慣的に、意識的にしている努力を言うときに使いますよね。そしたらね、その教材に載っている例文を見るのもいいんですが、自分の生活に関係ある語で置き換えるんです。そう。私がね、今日言いたいのはね、置き換え練習をしようっていうことなんです。現在、否定、過去でね、作ってみるといいと思います。例えば、毎日、見るの日本語ポッドキャストを聞くようにしています。とかね。はい、どうですか？あとは、お酒を飲みすぎないようにしています。昔は毎日エレベーターを使わないで階段を使うようにしていました。とかね、何でもいいですよ。自分のことを言ってみましょう。自分のことをいくつか言えたら、その方がね、自然に出る質問を考えるのもいい練習です。例えば、健康のために何か気をつけていることありますかって自分に質問します。そしてね、お酒を飲みすぎないようにしています。エレベーターは使わないで階段を使うようにしています。とかね、自分が意識的にやっていることをね、どんどん答えていくんです。一個だけじゃなくてね、たくさん答えるといいと思います。または、最初にいくつか自分でね、例文を出しました。で、その答えが出る質問を考えるっていうのもいいですよ。例えば、昔は毎日2時間勉強するようにしていました。でも今は忙しくて、と言ったとしますね。そうしたら、その答えが出る質問をするんです。家で毎日どれぐらい日本語の勉強をしていますか？こういう感じですね。ただ教科書を見て暗記するのではなくて、自分の実際のね、生活で使う言葉に置き換えて言う練習をします。で、書くのは言った後です。言った後に書いてみる。そうするとね、ここの漢字知らないなとか、ここがちょっと順番間違ってたなとか、いろいろ確認ができるので、言う。その後書く。そしてね、確認します。この練習をね、たくさんやるといいと思います。今はね、AI がよく答えてくれますから、質問したらいいと思います。自分がね、作った例文とか、質問とかね、ね、これ正しい正しくないっていう風に聞いてもいいと思いますし、これ自然な言い方って聞いてみるのもいいと思います。ということで今日は会話用の文法トレーニング方法という内容でお話ししました。じゃあ今日も日本語学習楽しんでください。バイバイ。